こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日はとても古い木を皆さんにお話したいと思います。ここにある図章の小月草花。古い盆栽です。相田一松という盆栽家がいました。神奈川県にいらしたその方は、今から50年以上前、1974年に個展を開きました。愛好家である相田先生のその個展は、我々プロにとっても衝撃的なものでした。飾られた数十点の盆栽は全てが細身で、かといって苗木ではなく、長く持ち込みながら太らせずに、静かに静かに佇むように生きた木たちです。この図章もその中の一本で、相田先生の数々の言葉が蘇るようなものです。長く相田先生を信奉する神奈川の盆栽家たちが守り伝えたものですが、縁があって数年前からこの羽生築堤にあります。そろそろハサミを入れる頃が来ています。私たち50年やってる人間がこの木をじーっと見ていると、背中が寒くなるぐらいに難しくて、ハサミを入れることに恐れすら感じるものがあります。ただボサボサしているだけじゃないとお思いでしょうけど、皆さんぜひ目を閉じて山の中、それとも深山の奥にある神社やお寺の巨木が立つ姿を思い浮かべてください。荒ぶれた落ちていくような枝、天をつくような姿、その中に恐れや厳しさや私たちが届かぬものがあります。この木にその風情をもう一度出す。それは俗に言うハサミ技でしかありません。今日はこの相田一松先生の名作を、先生が思った世界、精神をよく思いながら、ハサミ技を皆さんにご披露したいと思います。どうぞご覧ください。私がこの道に入って52年。すでにこの木はその時には世に発表されていました。相田一松という人物が残したこの木と初めてハサミを持って対峙する時間がここに始まります。数年でわずかずつに繁茂した小枝の枝先、一つ一つを見ればその中に厳しい枝先の足跡があります。隠されたその枝先の本当の顔を小バサミ一つ一つで丁寧に丁寧に本物の顔を表すことに集中します。この木が歩んできた長い時間、表面では見えないこの木が作り上げてきた自分の層、枝と長く対話すればするほどこの木が語ろうとしているものが私の体の中に入ってきて、同体となって仕事をしているあの昔の頃を思い出します。
細き中に出せる神木、御山の中にそびえる人の人生を嘲笑うかのような生き方。私はこの木の生き方にどこまで共鳴できるでしょうか。ハサミを続けて数日に自分が盆栽人なのだということを改めて久しぶりに実感する時を得ました。丸一日以上かけて何年も持ち込んだ木が膨らんでいた枝部分を一つ一つ中目を大事にしながら外側を弾き、小さな枝々の動きを見ながら樹幹までの仕事が一通りが終わりました。この姿であくまでもこういう古い木はそれなりの雰囲気を出していますが、ここからが大切です。切りすぎてしまえば木を若く見せてしまう。でもこのままの形ではただただ丁寧に丁寧に古い枝を使って追い込んだだけになります。ここからこの木のさらに樹層を上げるには枝陣の作り方、つまりここにわずかに見えますが、古い枝先が自然に山の中の大木が枯れ落ちて骨になる姿、この姿を箇所箇所に出してやることで、この木はさらに神々しいほどの古さを帯びることになります。それには枝先を切るのではなく、自然な枝陣にするために葉を取ってその枝を剥き上げる仕事へと変わっていきます。大切なのはきれいに作ることではありません。この木が本来自然に落ちていくとしたら、大木としてどの枝だろうというものを見ながら、その枝をよーく自然に倣って見る必要があります。ここからその仕事のまず基本をやってみましょう。例えば、下の方の枝というのは、大木は徐々になくなって荘厳な木立になります。上の方の枝でも枝先が徐々に重さで下がっていきます。その下がる枝はいずれはなくなり、上の方の枝だけで芽を育むことになります。そういう部分を人の技で見せるようにしてみましょう。まずこの利き枝というところが伸びています。横に枝は伸びれば重さで下がります。果てはその先は枯れ込んでいきます。その姿を少し出してみましょう。この部分のここに枝陣を作る。そしてこの下がった部分、ここも枝陣。今度枝陣ばかりに気を取られると、全体の枝姿を壊してしまうことになることはとても注意すべきことです。枝陣というのは本当に細かい枝は自然に朽ちてしまいます。大木だったらその枝の芯だけが残る形になります。その姿の出し方ですね。それには多くの自然の大木を見ていくことが大切かもしれません。枝陣を作りながら全体を追い込んだ後に木の魔調子という全体のバランスを見ながら無駄枝を外していくことも大切です。枝陣は多すぎてもいけません。多すぎることで
園芸的ないやらしさが出てしまいます。枝陣ではなくて、枝がすでに朽ちて落ちた場所も必要です。大木は横に枝を張っても、最後はその枝が消えていくものです。取りすぎることで木は若さを見せてしまう時があります。持ち込んだ古い枝の味わいというものは針金では出ません。長い持ち込み培養で古さを得た枝、それにハサミ作りという作り方で仕上げることが大切です。この部分が一つになってしまっています。抜くか、枝陣としての空間を作るか、とても悩ましいものがあります。大きな塊になっているものをよく見れば、隣と隣の枝が重なり合っています。本当の老木でしたらそれは起こり得ません。培養が良すぎるためになりますが、枝と枝が重なるようなところは、その枝のどちらかが勝ってどちらかは枯れていきます。その姿をハサミで出すことも大切です。その振り分け方があまりにも単純に行えば、かえって木の姿だけを出す若い木になってしまいます。乱れながらまとめるという、日本には破鳥の美という言葉があります。この破鳥の美の形を人の手が作り出すというのはとても難しいものがあります。それでもそこへ届くようにとハサミを入れることが大切です。初めからこのような枝さばきはできません。丸一日にかけて、まずはきれいに木の本当の中身の姿を出してやることです。そこからでなければ、この仕事はできません。下の姿をある程度抜いて、ここから枝陣を作りますが、お分かりでしょうか。上がまだ全体にまとまりすぎています。もちろん、こういう木立というのが、下の枝は下がり、上に来るごとにやや上にこう来る。これが自然の摂理です。ただその中でも老大木となり、外側の輪郭で見るような景色はあまり良しとは言えません。どこかで魔調子が必要です。日本の美は空間の美とも言われます。間を見せる。それができるようになれば、盆栽の美しさ、一つ一段上に行くことになります。あえて整えない、その考え方というのは、昔の盆栽家がすべての美術品に通ずるものとして私たちに教えたものです。相田一松先生が昭和41年に発表したこの木、すでにそこからもう60年の時が経って、大切に大切に大きく切にした木を、中の枝を大切に
抜き込んで追い込んでみました。その次に抜き込みのハサミを今してみました。ここからさばいた枝先で多分死んでいくだろうという枝をあえてその葉を取り、これから剥き込みをして枝シャリというものを見せて仕上げの作業になります。その時にどんな顔になるか、もう少しお待ちください。あれから数日の時間をかけて、時折は休み、木を見る気持ちを少しずつ変えながら、それでいてこの木に問いかけながら、今の形にまで導きました。さあ、ここからはこの木がどんな表情で仕上がっているかご覧に入れましょう。相田市松先生がこの作品を発表してすでに60年の時が経ちました。60年間で鉢の大きさも変わらず、木の大きさも変わらず、それでいてその木の60年という年輪がどこに現れているか、それは枝先の持ち込みや木に見える響きというものです。今回手がけた中で特に注意したのは、木の古さを壊さずに枝を透かしてさらなる老木の姿へ出す。いくつかさばいた枝が枝シャリの状態になっています。大きな木立は雪に倒されればその先は折れてしまいます。また生きようとして上の方は健常な姿、下はいくつかの枝を枯らしながら生きていく。その中でこそ神木のような巨木の木立は自分の顔を出します。そんな姿を少しでもハサミ技で出せればと思ってここまで導きました。まだまだ80点というところですが、ゆっくりご覧になってください。深韻響くような木立、山を分け入り、その奥にそそり立つ巨木は、私たちに生きることや人の日々の中の儚さをも笑うように立ちすくんでいます。人里離れた山の中には、その木立の下に鹿の声が鳴く世界、そして見上げれば天高く昇る月、まさに100年変わらぬ世界が私たちに何かを伝えてくれます。深山の中の巨木と鹿、それを今度はくずや石の古びたものに置き換えてました。まるで世を捨てて自然の中で死を吟ずる仙人が住むようなうち、そこのそばにはそこの家の中に住む仙人と日々語らうような神木の姿。典型使いは木立の雄大さを感じさせるときは、皆小さめのものがよく似合います。
いかがだったでしょうか。相田一松先生の図書の木立。60年ぶりのハサミです。私自身の拙い技で相田先生が空の上でどこまで合格をいただけるかはわかりませんが、一番大切なのはあまり整えすぎない。つまり形式的な姿に作らない。その木がどのように良き意味で老成して精神性を増したか。そこへたどり着くハサミ技は、きれいにするのではなく、恐れを抱くような自然をよく見て観察した姿にしてみたいものです。わびチャンネルは、このような一番届いてほしい世界、そして基本的な手入れの作業、もちろん水石、飾り、様々な情報、皆さんに一つでも多くお伝えしていきたいと思っています。ぜひ、チャンネル登録をなさってお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。